はいどうも皆さんこんにちは。今回は九州征伐についてお話ししていきます。織田信長の天下統一事業を引き継いだ豊臣秀吉は四国や北陸、さらには中国地方を平定し、ついに九州へと目を向けました。こうして秀吉は九州に乗り込んでいくんですが、これまで九州の話は全くしていませんでしたので、まずはこの頃の九州がどのようになっていたのかという話から始めていきましょう。この頃の九州では大きく分けて2つの一族が争っていました。1つ目は九州の北東部を治めている大友氏、2つ目は九州の南西部を治めている島津氏です。秀吉はここに割り込んできて、戦闘をやめて豊臣政権に従えと主張したんです。この秀吉からの勧告を受けて喜んだのは大友氏でした。というのも、この時大友氏は劣勢だったので、大友氏の当主である大友宗麟は戦いをやめたいと思っていたのです。ということで大友氏は秀吉に従って戦いをやめることを表明します。しかし問題は戦いを優位に進めていた島津氏です。もともとこの戦いは大友から仕掛けてきたものだ、今戦いをやめたら領地が減ってしまうと思っていました。そういった事情がありましたので、島津氏は大友氏への攻撃を続けます。そうなると大友宗麟は秀吉の元を訪れて、島津が秀吉さんの言うことを無視していますよと言いつけるんでした。こうなると秀吉は面目を潰されてしまいますので、島津氏を攻撃することを決意。こうして始まったのが九州征伐です。島津が豊臣と戦争をする。これを聞いた九州北部の人々は大混乱に陥っていきます。九州北部にいた島津方の人々の中には、このまま島津に味方していたら秀吉に殺されてしまうと考えて、大友方、つまり秀吉方に寝返る人も現れてきました。これに怒った島津義久は裏切り者たちを攻撃、降伏させたそのままの勢いで筑前へと進行し、大友方の岩屋城を攻撃し始めます。これが岩屋城の戦いです。さて、この岩屋城の戦いは個人的に大好きな伝説が残ってるんで紹介させてもらいます。この頃筑前の国で島津氏に抵抗を続けていた人物は3人でした。1人目が岩屋城を守っていた高橋重胤、有名な呼び方では高橋常雲と呼ばれる人物です。そして2人目と3人目はその息子である高橋宗益と橘宗茂です。彼らは宝満山城と橘山城を守っていました。つまり高橋常雲はあえて最前線の城に入ることで、後方に控えている息子たちを守る布陣を取っており、その軍勢はたったの763名だったと言われています。そこに現れたのが2万とも5万とも言われる島津の大軍です。見てわかる通り圧倒的な兵力差がありました。高橋常雲は島津軍から降参しろと言われますが、その圧倒的な兵力差を前にしても高橋常雲は、主君の勢いがあるときは忠誠を誓い、主君が衰えたら裏切る、そのような輩が多いが、私は大友氏に大きな恩がある、恩を忘れる者は獣以下であると言い放し、降参しませんでした。この時の高橋常雲は文字通り命がけで奮戦し、豊臣軍が来るまでの時間稼ぎを行ったんです。この決死の時間稼ぎによって戦いは長期化、763名で半月も持ちこたえました。その間も何度も降伏を勧告されましたが、常雲は決して引くことなく最後まで戦い続けます。最終的に常雲は櫓に登って腹を切り、763名の軍勢全員が討ち死にをするという壮絶な最後を遂げました。さて、高橋常雲の命を懸けた時間稼ぎにより、島津の軍勢は大きく兵を失ってしまいました。そのまま島津軍は移動を始め、橘宗茂が守る橘山城を攻撃します。しかしこの城には毛利氏からの援軍がすでに入っていましたので、島津氏が攻略することはできませんでした。そんなところに到着したのが豊臣秀吉の四国軍、そして毛利輝元です。勢いを取り戻した大友方は反撃を開始して島津方の城を攻略していきます。さて、こうなると島津軍も方針を変更しなければなりません。大友氏の本拠地である豊後の国に攻撃を仕掛けていきます。こうして島津氏は豊後の国を制圧しました。しかしここで現れたのが8万の秀吉本体です。
九州に上陸してきた大軍を見て島津軍は総員撤退を始めます。豊臣軍は二手に分かれた上で九州を徐々に南下していき、九州を一気に飲み込んでいきます。島津軍も必死の抵抗を行って夜襲を行ったりはしますが、秀吉の大軍の前には無意味でした。こうして負けを悟った島津義久は秀吉の本陣となっていた太平寺を訪れます。そこに現れた島津義久は頭を丸めた姿になっており、出家する覚悟で秀吉に許しを請いました。こうして豊臣秀吉は島津義久の降伏を受け入れて九州平定を成し遂げるのでした。さて、こうして九州平定は終わりましたが、お話はもう少し続きます。九州を手中に収めた秀吉は薩摩から引き返していく途中で戦後処理を行います。一時は九州を飲み込むほどの勢いを見せた島津氏でしたが、秀吉が島津氏に与えたのは薩摩、大隅、日向の3国でした。そして大友氏には豊後の国を与えており、橘宗茂に筑後の国、龍造寺正家に肥前の国を与えています。ここまでは以前から九州にいた人々ですが、筑前の国は小早川隆景、肥後の国はさっさ成政、豊前の国は黒田義孝に与えられており、これから先に行われる朝鮮出兵を見越して多くの直轄地を残した所領配分だったと言えるでしょう。こうして西日本を統合した秀吉は畿内へと戻っていきましたが、ほどなくして問題が発生します。肥後の国で一揆が発生したんです。この一揆は肥後の国だけにとどまらず、周囲を巻き込んで拡大していきましたが、九州の諸大名の活躍もあって鎮圧されました。しかし肥後の国を任されていたさっさ成政はその責任により自害に追い込まれ、その後任として肥後の国には加藤清正と小西行長が送り込まれます。こうして肥後の国の北部は加藤清正が、南部は小西行長が統治するようになったんです。最後に一つだけこの頃の秀吉に関するお話をしておきます。京都の大改造です。一つ目は京都の町割りを改めたこと、二つ目は聚楽邸の建設、三つ目はお土井の建設についてお話しします。まずこれまでの京都は平安京時代の影響で正方形の町割りが根強く残っていました。しかしこれだと中心部分が活用しにくいという問題があったので、秀吉はこれに南北の路地を加えて短冊型の町割りにしたんです。この短冊型の町割りは現在の京都にも受け継がれています。2つ目は聚楽邸の建設です。聚楽邸というのは関白となった秀吉が京都に建てた正庁です。場所としてはかつて平安京の大内裏があった場所にあたり、その周辺には秀吉に従った大名たちが屋敷を構えたとされています。3つ目はお土井の建設です。お土井というのはこのような土塁のことです。これだけ見てもなんだかよくわからないので、上空から見た方がわかりやすいんですが、お土井は当時の京都を一周するように築かれた土塁でした。川の氾濫や敵からの攻撃を防いだと言われています。これらの秀吉による京都の大改造は現在もその面影が京都に色濃く残っていますので、京都に行った際にはそういった視点で街を見てみるのも面白いかもしれません。さて、いかがだったでしょうか。最後は秀吉と京都の豆知識みたいになってしまいましたが、何はともあれ今回の動画で秀吉は西日本を統一しました。つまり残すところは東日本、関東の一大勢力である北条氏が相手です。ということで次の動画では小田原征伐についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。